1913年、舞台で舞うゲールの姿を目にした瞬間、クンヤイの世界は一瞬で塗り替えられた。一目惚れなどという生ぬるい言葉ではとても追いつかない。視線を奪われ、思考が止まり、抗う間もなく引きずり込まれていく。気づいた時にはもう後戻りできない場所に立っていた。やがて訪れる偶然の再会で、転んだ拍子に触れた手が胸に当たり、その瞬間初めてゲールが男性だと知る。それでもクンヤイの気持ちは揺らがなかった。むしろ迷いを捨てたかのように真正面からゲールへ向かっていく。皆さんこんにちは、BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。舞踏団でゲールが足を滑らせ、クンヤイの胸に倒れ込んだ拍子に唇が触れる。あまりの出来事に思考が追いつかないまま、ゲールは反射的にクンヤイを殴ってしまうが、すぐに我に返り、ただの事故だったと気づいて、慌てて腫れたその顔を手当てする。殴られたはずのクンヤイはどうしても隠しきれない喜びが浮かんでいた。夜祭りの日、人混みの中でまたも偶然の再会を果たす。2人は連れ立って夜市を歩き、灯籠を水に流し、それぞれの願いを胸に沈めていく。その夜、ゲールもクンヤイも気づけば互いの存在だけで頭が埋め尽くされていた。だが考えすぎたゲールは翌日、クンヤイの顔を直視できなくなり、舞踏団の稽古から逃げ出してしまう。クンヤイはその行方を追い、気づけば家の前に立っていた。身分の違いを理由にここへ来るべきではないとゲールは口にするが、それでもクンヤイは他人の視線など最初から存在しないかのように何度も通い続けた。その夜、ゲールは再びクンヤイのことで頭がいっぱいになり眠れずにいた。その様子を見た母は黙っていられず、舞妓の身分では貴族であるあの方と肩を並べることは決してできないのだと静かに、しかし逃げ場のない言葉で釘を刺す。そして次にクンヤイと顔を合わせた時、ゲールはまた冷たく接してしまう。それでも裏腹に毎日無意識のうちに家の外へ出てはクンヤイの姿を探してしまう。久しぶりの再会でゲールはついに感情を抑えきれなくなり、自分が女ではないことはもう十分分かっているはずだとなじり、なぜそこまで付きまとうのかと胸の内をぶつける。クンヤイは静かに、しかし迷いなく答えた。男であっても愛は愛だと、そして愛していると告げる。その言葉が空気に落ちた直後、背後の気配が歪み、刃が入り、クンヤイの背中から血がにじんだ。間を置いて付き人のセーンが前に出て刺客を食い止め、その隙に2人は森の奥へと身を引く。その夜、2人は共に過ごすことになる。クンヤイは再び愛していると告げ、黙ったままゲールへ近づいていく。ゲールはほんのわずかな間、身動きもできずに息を詰めるが、拒むことはできなかった。抗おうとした力はあまりにも脆く、気づけばあっけなく取り返しのつかない場所で溺れていく。目覚めた朝、クンヤイはこの先も一緒にいたいと伝えるが、ゲールはここで終わりにしようと線を引く。その瞬間、クンヤイは気持ちを抑えきれず、言葉を奪うように深く口づけした。それから会えない日々が続き、クンヤイの思いは行き場を失い、ゲールは性別と身分という現実の前で立ち止まったまま、彼を真正面から受け入れきれずにいた。抑えきれなくなったクンヤイは舞踏団の物置でゲールと一線を越え、その姿を思いを寄せてきた仲間が見ていた。鋭い視線、嫉妬、そして憎しみ、さらにクンヤイの妹ソフィーもまた彼の行動に違和感を覚え、静かに動き始める。やがてキスをゲールの母に見られ、クンヤイは涙ながらの母に追い出される。その夜、ゲールは泣きながら自分でも抑えきれない恋心を吐き出す。母が恐れていたのは、ただこの社会がこの恋を許さないという現実だった。それでも息子を愛しているという気持ちだけは揺らがなかった。一方、クンヤイの家でも運命は残酷に動く。貴族の養子である彼を妬んだ父の実子が噂を流し、父は別れと政略結婚を命じる。クンヤイはそれを拒み、その代償として家を追われる。それを知ったゲールはクンヤイを避けるようになる。これ以上彼の人生を壊したくなかった。だがセーンが息を切らして現れ、クンヤイが川に身を投げたと告げる。駆けつけた先でクンヤイは何事もなかったのように現れ、ホタルの舞う場所へゲールを連れて行く。命が尽きるその時まで一生そばにいると誓い、
ゲールもまたその言葉を返した。白い屋敷が完成し、2人はここで生きると決め、誓うように口づけを交わす。その光景を見ていた者が迷いなくソフィーに告げ口した。束の間の幸福の中で、クンヤイはゲールにペアリングを送り、2人はようやく手に入れた時間を確かめ合うように寄り添う。And I ain't one to fuss, I just never know what I'm fighting for. だが翌日、クンヤイの不在を狙ってソフィーが乱入し、ゲールの髪を切り落とす。口止めされ、ゲールは全てを飲み込む。短くなった髪を見たクンヤイは、それでも相変わらずゲールを愛おしいと思う。翌日、仕事のため家を離れなければならなかった。そして最悪の日が訪れる。偽りの手紙、郊外、罠、逃げ場はなく、時間だけが奪われていく。視界がにじむ中、ゲールはただ帰ってきたら愛していると伝えるはずだった言葉を思い浮かべ、その約束を果たせないまま目を閉じた。出張から戻ったクンヤイを迎えたのは父の姿と泣き声だった。冷たい体を抱き上げ、何度も名を呼ぶが、もう答えはない。真実に気づいた父が止める中、クンヤイはソフィーの首に手をかけ、だが殺す代わりに全ての縁を断ち切った。クンヤイはゲールの遺体をベッドに横たえ、そのそばを一歩も離れなかった。水も食事も口にせず、ただ抱きしめ続け、やがて自ら命を手放す。白い屋敷には今も魂が残っている。再び出会うその日まで待つと決めたのだった。そして運命の日、ゲールは以前と同じように嫌おうなくクンヤイの視線を奪った。また次回お会いしましょう。